皆さん、猫ちゃんが突然おならをした経験はありますか？その瞬間、驚いたり、笑ったりしたことでしょう。でも、猫ちゃんのおならの背後には、実は彼らの健康やストレス、食事の内容など、様々な要因が関わっているんです。今回の動画では、猫ちゃんのおならの原因から、それが猫ちゃんの健康にどのような影響を及ぼすのか、そして、私たち飼い主ができる対策について、詳しく解説していきます。猫ちゃんの健康や生活環境を、より良くするためのヒントが詰まっていますので、最後までお見逃しなく。このチャンネルでは、猫ちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけた方は、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。それでは動画をお楽しみください。その1、猫ちゃんのおならとは。1、おならの生理現象としての役割。おならは、腸内に溜まったガスを肛門から排出する自然な生理現象です。このガスは、食物の消化過程や腸内細菌の活動によって生成されます。猫ちゃんも人間と同じく、このガスを排出することがあります。しかし、猫ちゃんのおならは人間とは異なり、音が出にくいと言われています。これは、猫ちゃんが野生の時代に敵に気づかれないように進化してきた結果と考えられています。2、おならの主成分とは。猫ちゃんのおならの主成分は、硫化水素、アンモニア、スカトール、インドールなどのガスです。特に、スカトールやインドールは、低濃度では無害ですが、高濃度になると、非常に強烈な匂いを放つことで知られています。この匂いの原因として、猫ちゃんの食性が、主にタンパク質であることが挙げられます。タンパク質を体内で分解する際に、これらの物質が生成されるのです。3、健康でも、おならをする理由。健康な猫ちゃんでも、おならをすることは珍しくありません。食べ物の中の混ぜ物や、消化できないもの、飲み込んだ空気などが原因として考えられます。また食物繊維の中でも、柑橘ペクチンやフラクトオリゴ糖がおならになりやすいという研究結果もあります。猫ちゃんがおならをすることは、その猫ちゃんがリラックスしている証拠とも言えるでしょう。その2、猫ちゃんのおならの原因。1、食べ物の消化過程におけるガスの発生。おならは、小腸で消化されなかった繊維質や食べ物のカスが大腸で分解される際に発生したガスが体外に排出される生理現象です。まず、猫ちゃんのおならについて理解しましょう。猫ちゃんも人間と同様に正常な健康状態でもおならが出ます。ただ、人のようにプッと音はしないことが多いので、飼い主さんが気づくことは少ないでしょう。2、肉類の消化によるガスの発生。匂いの元となっているのは、硫化水素、インドール、スカトール、アンモニアなどで、動物性タンパク質の分解時に発生したガスに、これらの成分が入っています。特に、肉が好きな猫ちゃんのおならは、臭くなる傾向にあります。3、
腸内細菌が生産するガスと空気の摂取。猫ちゃんのおならの主成分は、腸内細菌が生産したガスと猫ちゃんが口から摂取した空気です。匂いの成分になる匂いガスは、おならの中のごく一部で、大部分は無臭の空気です。猫ちゃんのおならが増えている時には注意が必要です。ご飯を変更したら、うんちの匂いが変わった、おならの匂いが目立つということもあるでしょう。以上が猫ちゃんのおならの主な原因になります。猫ちゃんの健康を守るためにも、これらの情報をしっかりと理解し、適切なケアを心がけましょう。その3、猫ちゃんのおならと健康。1、おならの頻度や匂いが異常な場合の注意点。猫ちゃんも人間と同じようにおならをすることがあります。猫ちゃんのおならは大きな音が出ることは少なく、無音であることがほとんどです。しかし、おならの匂いは腸内環境に左右されやすく、無臭のおならもあれば、非常に臭いおならが出る場合もあります。このような匂いの変化や、おならの頻度が増えた場合、猫ちゃんの健康に何らかの問題がある可能性が考えられます。2、おならと関連する病気や症状。猫ちゃんのおならの頻度や匂いが異常に増えた場合、それは腸内環境の変化や消化器系の病気のサインである可能性があります。例えば、腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、おならの匂いが強くなることが知られています。また、消化不良や腸の動きの異常、腸内細菌の異常増殖などが原因で、おならが増えることもあります。3、腸閉塞、イレウスという重篤な病気。腸閉塞は、腸が何らかの原因で閉塞し、食物やガスが通過できなくなる状態を指します。この状態が続くと、腸の壁が壊死してしまうことがあり、非常に危険な状態となります。腸閉塞の症状としては、吐き気、苦痛、便秘、腹部の膨満感などが挙げられます。猫ちゃんが急におならを多くするようになった場合、腸閉塞の可能性も考えられるため、早急に獣医さんの診察を受ける必要があります。その4、猫ちゃんのおならとストレス。1、ストレスを感じる原因とその影響。猫ちゃんはもともと単独で獲物を捕まえる動物であり、自分で自分の身を守らなくてはならないため、警戒心が強く、神経質な傾向があります。この性質から、周囲の変化に敏感で、ストレスを感じやすい生き物と言えます。特に、環境の変化や大きな音、外敵の存在などが、猫ちゃんのストレスの主な原因となります。また、猫ちゃんがストレスを感じると、食欲不振やトイレの場所を変える、過度なグルーミングなどの行動変化が見られることがあります。2、ストレスによる消化不良や腸の動きの変化。猫ちゃんがストレスを感じると、その影響は消化器系にも及びます。ストレスがかかりすぎると、自律神経のバランスが乱れ、ストレスホルモンであるコルチゾールが多く分泌されることで、消化不良や腸の動きの変化が起こることがあります。これが原因で、猫ちゃんのおならの頻度や
匂いが変わることもあります。3、ストレスを減少させる方法。猫ちゃんのストレスを減少させるためには、まずその原因を特定し、それを取り除くことが大切です。例えば、環境の変化が原因であれば、猫ちゃんが安心して過ごせる空間を作ること、大きな音が原因であれば、静かな場所へ移動させるなどの対策が考えられます。また、猫ちゃんとのコミュニケーションを大切にし、日常的に触れ合うことで、猫ちゃんのストレスを和らげることができます。その後、猫ちゃんのおならの対処法と予防。1、適切な食事と栄養の摂取。おならは生理現象であり、猫ちゃんが食事を摂取する以上、おならが出るのは自然なことです。特に、猫ちゃんは肉食動物であり、動物性タンパク質を多く摂取するため、人間のおならよりも臭いおならをすることが一般的です。しかし、猫ちゃんの胃腸の動きが悪くなると、食べ物やおやつを完全に消化できず、通常よりも臭いおならが出ることがあります。このような消化不良を防ぐためには、食事の回数を増やし、各回の量を減らすこと、水分を多く摂取させることが重要です。また、ドライフードをウェットフードに変えることも、消化を助ける方法の一つとして考えられます。2、健康状態の観察と定期的な健康診断。猫ちゃんのおならの匂いや頻度が通常と異なる場合、それは猫ちゃんの健康状態に何らかの問題がある可能性を示唆しています。例えば、腸閉塞症や水害分泌不全症、慢性小腸性下痢などの病気が考えられます。これらの病気は、おならの匂いや頻度の変化だけでなく、他の症状も伴うことが多いです。そのため、飼い主さんとしては、猫ちゃんの健康状態を常に観察し、異常を感じた場合は、すぐに獣医さんに見てもらうことが重要です。3、ストレスを減少させる環境づくり。猫ちゃんの消化不良やおならの匂いの原因として、ストレスも考えられます。ストレスを感じると、消化機能が低下し、食べ物を十分に消化できなくなることがあります。そのため、猫ちゃんのストレスを減少させる環境を整えることが、おならの匂いや頻度を正常に保つための重要な対策となります。今回の動画で、猫ちゃんのおならの原因や、その背後にある健康状態、さらには猫ちゃんのストレスや生活環境について詳しく学びました。猫ちゃんのおならは単なる面白い現象ではなく、彼らの健康や心の状態を知る手がかりとなることがわかりましたね。日常のケアや食事の選び方、環境づくりに少し気をつけるだけで、猫ちゃんの健康や快適な生活をサポートすることができます。このチャンネルでは、今後も猫ちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。